ゆっくり漫画。マリサと大きな霊夢。そこには、一人のマリサが走っていました。そのマリサは、特に何もないところで転んでしまいました。そして、お顔を地面へとぶつけてしまいました。怪我はしなかったけれど、転んでぶつけたお顔はとっても痛かったのです。そこにわずかに強い風が吹きました。そしてその少し後、空から何かが落ちてきました。強風にでも飛ばされたのでしょう。空から落ちてきた霊夢はあっけなく潰れてしまいました。それはマリサが全然知らない霊夢でした。マリサはとても不思議でした。自分が転んでぶつけたお顔はとても痛いのに、空から落ちてきた霊夢が潰れても、全然全く、これっぽっちも痛くなかったのです。その時マリサはわかりました。自分さえ怪我をしなければ、自分は痛くないのだと。マリサがそんな目にあったのと同じ頃、群れの近くで倒れている霊夢が見つかりました。他のユンより体が大きい霊夢でした。しかし、それ以上に目を引いたのは、その霊夢が全身傷だらけなことでした。しかもどうやら、その傷の多くは倒れていたこととは、関係なくついたもののようでした。ほとんどの傷が、治ってから時間が経ったもののようだったからです。体の大きな霊夢はすぐに目覚め、群れの一員になりました。そして、群れの食料確保のため遠出をするメンバーとなりました。遠出メンバーの目的は、より食料豊富な狩り場の発見です。これをしておかないと、急な不作の際に、群れが全滅してしまう恐れがあるのです。だからこの群れのゆっくりたちは、不作の際には、みんなで探しておいた狩り場へと大移動するのです。狩りの遠出メンバーは、群れで最も危険な目に遭います。怪我をするだけでなく、時には、というより頻繁に、永遠にゆっくりするメンバーが出ます。体の大きい霊夢は、何度も群れのために遠出をしました。そして、怪我はあるけれど、毎回無事に帰ってきました。それだけではなく、群れに帰れば、小さいユンや力のないユンのために、その仕事を手伝いました。どこから来たのかもわからない霊夢でしたが、それでも群れのユンたちは、体の大きい霊夢を頼りにし始めました。大きな霊夢の周りには、いつも色々なゆっくりがいたのです。それを見ていたのが、最初に出てきたマリサです。マリサは自分が怪我をしなければよかったので、遠出のメンバーにはなりませんでしたし、最小限の狩りをして暮らしていました。特に他のユンと、何かを協力してするということもありませんでした。そしていつも一人でした。。
マリサはとても不思議でした。ずっと群れにいるジユンより、体の大きなレイムの周りに、ユンたちは集まるのです。その時マリサは思いました。あのレイムは体が大きいから、周りにユンたちが集まるのだと。しかし、体の大きさはすぐに変わるものではありませんから、マリサにはどうすることもできませんでした。それから少し天気の悪い日が続きました。天気が悪いとゆっくりは狩りに出られません。また、住んでいる場所の周りで採れる食料は少なくなります。そうすると、群れは遠出をしたメンバーたちが見つけた、豊かな狩り場へと移動します。この群れのゆっくりたちは、遊牧民のような生活をしているのです。それから日増しに天気は悪く、雨風の強い日は増えていきました。自分が怪我をしなければいいと思っていたマリサも、だんだん取れる食料が減り、お腹を減らすことが多くなりました。こうなると群れの移動の時期です。少しでも天気の良い日を選んで、みんなで大移動をします。大移動の際に頼りになるのは、体の大きなレイムですから、みんながそのレイムについていきます。あのマリサも当然ついていきます。それでも、相変わらず風は強いですから、突風によって、飛ばされそうになるユンはいました。そしてひときわ強い風が吹いた時です。あのマリサの体が浮き上がりました。マリサは一瞬のうちに思いました。あの日、空から落ちてきたレイムも、こうやって空に舞い上がったのではないかと。そして、その結末は知っています。同じ時期に、大きなレイムが見つかったことも、偶然ではないのかもしれません。どこかの群れも同じように移動をし、その際に運が悪く、全滅してしまったのかもしれません。そしてその生き残りが、大きなレイムなのではないのでしょうか。マリサの体が浮き上がり、もうダメだと思った時。小さなお下げを誰かが掴みました。間一髪のところで、あのマリサは強風に飛ばされずに済んだのです。そして、お下げを掴んでくれていたのは大きなレイムでした。みんなで、固まっていくんだよ。大きなレイムは、それだけを言いました。一湯離れていては、風に飛ばされてしまうということでしょうか。そして大変に危険な道のりではありましたが、群れは豊かな狩り場へとたどり着くことができました。一湯の犠牲も出ない大移動は、初めてだったそうです。移動して、しばらく経ってから、あのマリサは大きなレイムのところへ行きました。助けてもらったお礼と、どうして体中傷だらけなのか聞くためです。お礼を言うとともに話を聞くと、心よくとは言わないまでも、大きなレイムは事情を話してくれました。
自ユンが湖の近くの群れに住んでいたこと。そこは雨の強い日に、湖の増水により壊滅してしまったこと。そして、それからは群れを転々としていること。その度に、遠出による狩り場探しや、今回の大移動のような際に怪我を負ってきたこと。そして今は、湖の群れが壊滅した際に、離れ離れになってしまったユンたちを探して、色々な群れを渡り歩いているのだということでした。しかし、マリサは思いました。大きなレイムの体の傷の多くは、昨日今日できたものではありません。きっと長いこと探し歩いてできたものなのです。そうであれば、離れ離れになったというユンたちは、湖の群れが壊滅した時に、もうすでに、しかし、マリサにはもう一つ、一番大事な聞きたいことがあったので、それ以上は黙ることにしました。また、その可能性を、大きなレイムが考えていないはずがなかったからです。そしてマリサは、本当に聞きたかったことを聞きました。自ユンさえ怪我をしなければ、自ユンは痛くないはずなのに。なぜ遠出の危険を買って出たり、他のユンを助けたりするのか、そしてなぜ自ユンを助けてくれたかをです。は賑やかなのが好きなんだよ。そう言って、昔であったユンが、賑やかなことの楽しさを教えてくれたこと。自ユンをその賑やかさの輪に入れてくれたこと。そんなことを懐かしそうに話してくれたのです。しばらくすると、群れから大きなレイムはいなくなっていました。誰かが、探しているユンがいるから、そのユンを探すために出て行った、と話していましたが、それが本当かはわかりません。ただ、いつの間にかいなくなってしまっていました。そして、マリサがそれを知ったのは、しばらく経ってのことでした。でもマリサは、体の大きなレイムの周りに、どうして色々なユンが集まっていたのか、もう知っています。そして今は、風に吹かれて飛ばされそうになっているユンの、手をつかめるユンになりたいと、そう思うのです。この群れにはもう、頼りになった体の大きなレイムはいません。でも今は、このマリサがいます。このマリサがいるのです。